おだつこちこんパーパータイトです。今日も手ぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、薄適性でもモメンタムならいけるよねやっていきたいなと思います。こんなコメントいただきました。ビニシウスをセンターフォワードで使ってもね、あまり変化を感じないので、モメンタム持ちの選手でも同じ検証してほしいですということで、ありがとうございますということで、これ前回の検証でですね、薄適性で能力下がってるよっていうのが分かったので、ここモメンタムでいけんじゃねって話なんですよね。で、この時はマイナス 6% だったわけなんですけども、モメンタムの上昇率、これもね、検証しております。この時はね、だいたい6上がりますよって話をしましたということで、これを掛け合わせてですね、私の緻密な計算によるとですね、これはですね、6-6で0。ということで今回はですね、濃い適性の通常時、そして薄い適性のモメンタム時、ここがですね同じなんじゃねえかというところですね。ここをですね検証していきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はご覧の形になっていきます。 iPhone に5記憶させて1秒間60個までペナ内のドリブル時間を、測定していきたいなと思います。あれ、いつも右方向じゃねって思ったそこのあたナイスですね。ということでそうなんです。実はですね、今までは右方向で言ってたんですけど、モメンタムドリブルってアタッキングスタートで上昇しますよという形なんですね。で、要はアタッキングスタートこの辺りのところになってくるんですけど、モメンタムが発動したりしなかったりするわけですね、右方向で行くとね。なので今まではそうしてたんですけど、トレーニングモードできたやんってなって、じゃあこうじゃなくてもいいんじゃねっていう話でですね、こう縦にやれば純度 100% のモメンタム測れんじゃねっていうね、これいけそうじゃないこれこれならいけそうだよね、ということで、濃い適性のモメンタム発動なしと薄い適性のモメンタム発動あり状態、これをですね比べていきたいなと思います。選手はビニシウスを使っていきたいなと思います。能力としてはスピードもドリブルも88にしている状態でやっていきます。はい、まずはですね、適性、濃い適性の状態でモメンタムなし状態ですね。これが基本的な基準になっていきますよという形ですね。だいたい4秒、5秒いかない程度のところになってくるのかな。はい、見ていただきましたということで、これがね、基本というかになっていきます。これが通常時という形になっていきますね。薄適性にしてどれだけ下がるのか、これもちょっと一回確かめておきましょう。その後モメンタム見ていきますね。はい、まずは薄適性のモメンタムを発動してない状態ですね。ユニフォームを一応ブラジルにしておいています。センターフォワードで使えたらね、それに越したことはないわけですからね。見た目遅くなってんなはい、見ていただきました。ということで、遅くはなってましたけど、ブレなかったですね、いつもね。いつかのアップデからね、ブレなくなったんですよ。24の時からかな。ブレなくなったんですよね。ということで、5秒3コマということが分かりました。ということで、こっからが本番ですね。こっからじゃあ、どれぐらい戻るのかっていうところですね。これを見ていきましょう。さあ、モメンタム発動時ですね。薄適性でモメンタム発動時になっております。はい、見ていただきました。いや、これはいいんじゃないか。だいぶいいですね。これちょっと、一応結果見てみましょう。こんな感じ。はい、ということでですね、上から濃い適性という形になっておりますけども、一応見ておくと、この平均のところ、これがですね、4秒の何コマかという説明になっております。で、この63っていうのは4秒63コマ、要は5秒3コマというような形でしたよというところですね。ということで、これ見る限りですね、下がった分ちょうど同じぐらい上がってるって感じですね。単純計算していくと、この88だったドリブルがですね、かける 6% ですね、マイナス 6% されて、94% ですね。これをしていくと、大体 82.72。で、ここにですね、今回モメンタムでプラス6されてますから、プラス6すると88に戻ってるという形でですね、ちょっと成立そうじゃないですか。なんか成立そうですよね。で、ちなみにモメンタムはドリブルもスピードもどっちもプラス6ぐらいされてるんで、そう考えるとやっぱモメンタム強えなって感じなんですけど、でもそれと同時ぐらい適性薄ってやっぱりかなり痛いなって気はしましたね。というところで結論。モメンタムあれば薄適性でもドリブルはある程度舞えるとします。はい、というところでいろいろ見てきましたけども、なんかこういうのドキドキするんですね、毎回ね。本当に自らの検証をね、自ら否定する結果になることはあるから、
かといってね、嘘ついてもこの検証しょうがないというか、このチャンネルとして意味ないので、っていう感じなんですけどね。まあ良かったですよ。で、あとは念のため言っとくと、もちろんね、ドリブル以外はね、下がってるんでね、そこだけは注意してくださいねっていう感じなんですけど、緊急事態とかそういったところでは普通にありかもしんないですかね。で、前目の位置で使ってあげると、ドリブルを意識してね、使ってあげれば割と使えそうかなって感じはしました。ですね、濃い適正でモメンタムあったらどうなんだろうなみたいな感じ、ちょっとついでに君みたいな気持ちでですね、ちょっとやってみたらですね、なんていうのかな、これもう摩訶不思議な感じになりまして、ちょっと見ていただきたいんですけど、これね、これ分かりますかね。これタイム、まず時間なんですけど、4秒57個までしてね、さっきね。これあんま変わってない、速くなってないのよ。なんでみたいになってですね、ちょっと原因があってですね、ちょっといろいろ見てきたんですけど、これよく見ると分かるんですけど、これ分かるかな、これ。ドリブルがね、ブレブレなんですよ、これ。ぐにゃんってこう曲がってんの、これ分かりますね、これぐにゃんって、これ、いやって思うじゃんこれちょっと調べてほしいんですけど、見てほしいんですけど、見て。これ、ほら。この、左は適正なしの方ですよ。これさ、ブレブレなのよ。ただね、これブレてんですけど、タイム変わんないってことはモメンタム発動してることは間違いないんですけど、まっすぐだったらもっと速いだろうっていう話なんですよね。で、これちょっとなんでだよと思って、何度もね、取り直してみました。何度も取り直してきたんですけど、これね、結果から言うとね、100% ブレましたね。全部ブレた。これね、画角の問題かなとか最初思ったんですけど、動きは全く同じだし、なんならさっき見てもらったみたいに薄適正の時は起きてないんですよね。そうすると何らかの能力が原因なのかなとか、もしくはビニシウスのこういうのなんかあんのかなとかいろいろ考えたんですけど、一旦見てきました。ちょっとね、マルコスでやってみようかなと思って、モメンタム持ちのマルコスですね。で、これで濃い適正でやってくると、能力に関してはドリブルはちょっと高いんですけど、スピードは88で同じですよという状態ですね。これでモメンタム発動させたらどうなるのか見ていきました。ね、これね、ブレないのよ。一応比べるとね、ほら。で、ここまで来るとですね、もう何が何だか分かんないんだけど、ただとりあえず一つ言えることは、ビニシウスが濃い適正のモメンタム発動時はブレるということだけは分かったんで、もはやこれ利用してやろうと思いまして、モメンタムの境目は分かんじゃねえかと思ってちょっとやってきました。まずですね、ペナルティ出た1島目っていうのかな、1つ目。これはもうこうモメンタム発動してますよと。じゃあ2島目いきましょうか。このね、2島目。はい、ブレました。はい、これモメンタム発動してますね。はい。3島目、ここら辺ぐらいまではあんのかな。はい。これモメンタム発動してますね。4島目。ブレない。発動してませんね。ということはですよ。ということは、だいたいこの辺りから発動していると。で、もうブレますよということですね。こう境目でやったりいろいろ遊べんじゃねえかと思ってね、なんかいろいろやってきました。こんな感じでモメンタムなしなんだけど、だんだんね、右にずれてくると、発動してまたモメンタムなしみたいなね。何の時間？はい、ということでいろいろやってきましたけど、とりあえずこのピンク色のここがですね、モメンタム発動しているとこということが分かりましたね。そう考えると結構広いよね。案外ここまでいけるんだって感じはしましたね。なので、サイドミッドフィルダーとかでも割といけるかもしんないですね。というところでですね、この辺は、何か使う時のね、実際の試合の時とかね、参考にしてもらえればなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、でもその他の原因とかちょっと分かんなかった部分はあるんですけど、皆さんの意見もね、これじゃねとか、これが原因なんじゃねとかあればですね、コメントを教えていただければなと思います。ていうかね、こうやってね、イレギュラーなこの予想外のことあると、本当にコスパ悪くなるというか、時間かかっちゃうんですよね。メンテージ上げれんのかなって感じはしてるんですけどね、ちょっと上げれなかったらごめんなさい。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度第2万人を目指しておりますので、この動画良かった、最高だった、面白かったなと思った方は高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということでですね、いやーちょっとね、予想外の結末になりましたけども、一つでもね、参考になればと思いましたので、やっていきましたということでですね、今後もよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。